こんにちは、たくみです。前回は僕が三味線の職人になるまでの、まあ、経緯だったりとか、きっかけとかっていうような話をしました。YouTube の方では結構コメントで、まあ、興味を持って聞いてくださったっていうようなコメントもいただいて、とても嬉しいなと思いながら見させていただいてました。で、今回は、前回の続きということで、今工房に入って2年ぐらい経つんですけど、実際に働き始めて感じていることとか、あとは考え方の変化だったりとか、これから三味線とか工房、工芸とかと、どうやって関わっていきたいかっていうようなことを話していきたいなと思っています。で、まず最初に、実際に働き始めて、どんな感じかっていうようなことを話していきたいと思うんですけど、皆さん三味線の職人っていうと、どういうイメージを持たれるかなっていうふうに考えたんですけど、実際自分も三味線の工房に入る前は、どんなイメージだったかっていうと、三味線を一から、木を削って形を作って磨いてみたいな、一から新品を作っているっていうようなイメージが三味線工房って聞くと、三味線工房とか三味線の職人っていうとそういうイメージがあったんですけど、実際に今三味線の職人っていうとどういう仕事が多いかっていうと、そのほとんどは、三味線の修理の仕事っていうのが、ほとんどっていうのが現状で、それはなんでかっていうと、やっぱり今三味線のそうですね需要っていうのが減っていて、一から三味線を作る、その三味線を注文するっていう人が減っているっていうのもありますし、やっぱり三味線って木の部分はすごい長持ちするんで、あんまり一人の人が新品を買い替えるっていうようなことはあんまりなくて、あとは中古の三味線でも十分に使えるので、なかなか新品が出ないっていうのが三味線の業界の状況で、なので仕事のほとんどが三味線の修理っていう仕事が多いんですけど、その修理っていうのがどんな仕事をしているかっていうと、一番多いのが革の張り替えの修理が一番多い作業です。これは三味線の胴の部分には革が張ってあるんですけど、この革っていうのが引いてたり、自然に置いておくとだいたい2、3年とかで破れてしまうんですね。なんでそれを張り替えるっていう修理の作業が一番多くて、あとは竿のひびが入ってしまったとか、木の部分が割れてしまったっていうようなものを直すっていう修理もあります。これが今だいたい三味線の職人っていうとだいたいこういう革の張り替えだったり竿の修理っていうのが一番メインの仕事になってます。で、僕が働いてる工房はちょっと特殊で、もう一個チントンっていう小三味チントンっていう楽器も作ってます。この楽器は僕の親方が開発した楽器なんですけど、三味線に似ている楽器ではあるんですけど、三味線よりも小さくて
軽いっていうような楽器で、これを開発した経緯っていうのは、三味線がやっぱり重くて管理が大変で結構値段も高いっていうような部分もあって、なかなか気軽に触れるものではなかったりするんですけど、やっぱりいろんな人に三味線の音を知ってほしい、三味線を楽しんでほしいっていうことで、誰でもが扱えるように小さく軽くしたっていうのがこのチントンで、これが結構手に取ってくださる方も多くて、うちの工房だとこれを作るっていうのも、結構メインの仕事になっています。で、自分はこれを今任せてもらってるので、結構ほとんどがこのチントンを作るっていう仕事をしているっていうのが現状です。でこれ作ってるのですけど、もともとイメージしてた三味線の職人っていうのが伝統的な三味線を作るみたいな職人像っていうのを想像してたんですけど、今実際にはこのチントンを作ってるわけなんですが、伝統的じゃないっていうことに対する否定感みたいなのはあんまりなくて、むしろこの三味線の裾野を広げるっていうような役割がこのチントンにはあると思ってて、いろんな人が三味線を触ったり知ってもらうきっかけになる楽器でもあると思うので、結構やっぱり三味線よりも気軽に触れるっていうことで、いろんな多くの人に手に取ってもらいやすい商品でもあるので、それを作っているのはすごいやりがいのある仕事だなというふうには思っています。あとは職人になって楽しいなっていう思う部分なんですけど、他の分野の職人と結構交流する機会も多くて、いろんな話をしたりとか、実際に作業を見ることができるっていうのが、もともと前回も話したんですけど、自分は職人のものづくりの工程を撮影していたところからがきっかけで職人になったので、他の職人の仕事を実際に見る機会が多かったりとか、話す機会が多いっていうのはすごく楽しくて、実際に自分もそう職人として話ができるので、ここはすごい楽しいなっていう思う部分の一つです。こんな感じで結構、2年間今働いてるんですけど、日々やりがいを持って働けていて、もともとそのものづくりが好きっていうこともあって、手を動かしているのが好きなんで、毎日楽しくこのチントンを作ってたりするんですけど、逆に2年間やってきて、課題も見えてきたなっていうふうに思っていて、まずやっぱり一番大きい課題っていうのが三味線の需要の低下だったりとか、認知があまりされていないっていうところで、親方からよく聞く話なんですけど、昔は三味線っていうのが結構一家に一台あるくらい、みんなが弾ける楽器で、街を歩いてると
三味線の音が聞こえてくるみたいな時代があったっていうような話を、よく聞くんですけど、今の状況を見ると、三味線っていう楽器を見たことがない人も多いと思いますし、聞いたこともないっていう人も多分多いんじゃないかなっていうふうに思います。こういうふうに、演奏する人とか三味線の音を聞く人が減っていくと、やっぱりそれと同時に三味線の職人の仕事っていうのも減っていくっていうのが減っていくっていう部分があって、これは結構課題だなっていうふうに思っていて、その入り口を増やすための、楽器としてチントンっていうのを作ってるんですけど、ただ、これだけだとやっぱりなかなか実際の、三味線の方につながりづらい部分もあったり、これだけではその需要が減っていくっていうのがなかなか、止められないっていうような、現状があるなっていうふうに感じてきたっていうのが、だいたい2年今働いてきて感じている部分です。で、この需要の低下とかっていうのはやっぱり三味線だけじゃなくて、結構いろんな、伝統工芸の産地で聞くような話で、需要が減っていくと、やっぱりそれと同時に、例えば後継者が育てられないとかっていうような問題があったり、また材料とかも結構いろんな産地でなかなか入手が難しい材料があったり、三味線でいうと、やっぱり皮もそうですし、木の部分もそうなんですけど、ほとんどの材料を今輸入するような、国外から輸入するような状況なんですけど、物価が上がっていったりする中で、なかなか入手が難しくなったり、値段がどうしても上がってしまうみたいなことがいろんな産地で起こっていて、そういう問題も三味線だけじゃなくていろんな産地で起こっていますと。あとはそれと同時に道具を作る鍛冶屋さんとかの職人も、いろんな職人が減っていくのに合わせて鍛冶屋さんの仕事も減っていってしまって、多分伝統工芸とかだと結構特注で道具を作るっていうことも多くて、そういった道具がなかなかそういった道具を作れる職人がいなくなってしまったみたいなこともよく聞いたりするんですけど、こういうふうにその需要の低下が原因でいろんな、悪循環があるっていうのが三味線の業界もそうですし、いろんな伝統工芸の産地で起きている問題で大きな課題なのかなっていうふうに感じています。で、そんな中でどうしたらこの需要の低下を少しでもいろんな人に三味線を知ってもらって、実際に触れてもらったり弾いてもらったりできるかなっていうふうに考えた時に、今やっているようなポッドキャストとか YouTube とか、こういうやっぱり発信をしていくっていうことが必要なんじゃないかなと思って、今こういう番組をやってみてたり
やってみたりしているんですけど、やっぱりいろんな人に知ってもらうために発信が必要だなっていうふうに今思っています。っていうのは昔だと多分いろんなところに生活の中だったりとかそういうところに工芸との接点とか、三味線もいろんな人が弾いていたからこそ身近なものだったりしたと思うので、こう職人がものを作る人が発信をするっていう必要性があんまりなかったと思うんですけど、やっぱり今っていうのはなかなか接点がないので、接点がないっていうことはやっぱりいろんな人が知る機会っていうのも少ないので、どんだけものづくりをする職人が技術を磨いたり技術を継承していっても使ってくれる人とかがいないとその技術は生かされないですし、やっぱり届いていかないので、こう今の時代っていうのはやっぱりものづくりをしている職人、自体が発信をしていくっていうことも大事だと思っていて、なんで自分はこれからどういうふうに三味線だったり工芸と関わっていきたいかなっていうふうなことを考えたときに、やっぱりものづくりっていう職人っていう現場のものづくりも大事にしたいなと思いつつ、やっぱりこうそれを外に発信していくっていうこともやって力を入れてやっていきたいなっていうふうに思っています。っていうのももともとやっぱりカメラが好きで、職人の映像を撮るところからがきっかけでこの業界に入ったっていうのもあって、結構この伝統工芸の世界だとこう世襲で、代々家族で技術を受け継いでいって工房を守っているっていう人も多かったりする中で、やっぱりだからこそ外だから来たからこそ見えるなんか視点もあるのかなと思ったり、実際にものづくりをしているからこそ分かる視点とかでものを作りながらも映像が撮れるみたいなのが自分の強みでもあるかなっていうふうに思っているので、その強みを活かせるような職人になっていきたいなっていうふうに思っていて、ただ職人っていうとこの技術を一個の技術を極めていくみたいな、一個の技術をコツコツやって長年積み重ねて技術を磨いていくっていうようなイメージがあって、僕もそういう職人がかっこいいなっていうふうに思うので、こう発信をしたりするっていうのがなんというか職人が発信をこうやってやっていくっていうのがどうなのかなっていうふうに迷うこともあるんですけど、こう自分だからできることというか、こうどっちかに絞らずに両方力を入れてやるっていうような、そういう職人のあり方もあってもいいのかなっていうふうに思うので、そういった意味でこれからもものづくりをやりながら
実際に現場に立ってものづくりをしているからこそ分かることを外に伝えたり、ものづくりをしているからこそ分かることをいろんな、あとは他の三味線だけじゃなくて他の産地の職人の声とかもいろんな人に知ってもらって、伝統工芸が、より多くの人に伝わって暮らしの中に、根付いていったらいいなっていうふうな思いがあるので、そうですね、ものづくりもやりながら外に対する発信にもこれからも力を入れてやっていきたいなっていうふうに思ってます。ということで今日は、自分が職人になって実際どういうふうに感じているのかっていうことと、あとはこれからどんなことをしていきたいっていうような、どんな職人を目指していきたいかっていうようなことを話しました。ものづくりとこの発信っていうのの、どちらも自分はすごく楽しく今やっていて、これからもやっていきたいなと思っているので、このポッドキャストもこれからも続けていって、いろんな人に工芸の魅力、三味線の魅力を知ってもらえたらなと思いながら、これからもやっていこうかなと思ってますので、皆様これからも聞いていただけたら嬉しいです。ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よろしければグッドボタン、コメントなどしていただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。